の辺波もなくて最高じゃん。天国じゃないこれ。天国。はい、先ほどのコーヒーハウスから歩いて 3,4 分ぐらいのところにあるこちらに来ました。イーストアフリカンスレーブトレードエキシビジョンとカテドラル、東アフリカの奴隷貿易の歴史とかを見ることができる。で、あとカテドラル大聖堂があるらしいですね。入場料5ドルか。11,500シリングかかるんだ。どうしようかな。ちょっと迷ったんですけど11,500シリング払いました。入ろうと思います。この辺から歴史が書かれてますね。まあこのように古希使われていたということですね。これはなかなかの衝撃映像ではないでしょうか。これはきついっすね。そしてここザンジバルでは奴隷マーケット、奴隷市場みたいなものがあったみたいですね。で、そしてザンジバルでは奴隷が19世紀半ばには6万人から10万人もいたっていうことみたいですね。ちょっと信じられない数ですね。そして一応1873年6月5日に奴隷マーケット、奴隷市場はクローズしたと。一応そういうことのようですね。ということで、学のない私はですね、西アフリカはそういう奴隷制度、奴隷が売られたりっていう、そういう悲しい過去があることはなんとなく知ってたんですけど、東アフリカでも同じようなことが起きてたっていうのは正直、ほぼ知らなかったんですよね。東アフリカ、この辺ザンジバル周辺の歴史を学ぶことができて有意義な時間でした。はい、そして奴隷マーケットの博物館出てすぐ横にカテドラルですね、キリスト教会があります。で、こちらからカテドラルの中入れるみたいなので入ってみましょう。こういう感じなんですね。思ったより大きくはないけど。で、この出入り口の横の階段行っていいのかな。ちょっと行ってみましょうか。階段上がったら普通にここから眺められるってことですね。よく見たら向こうにステンドグラスありますね。ちょっと窓ちっちゃいけど、あと横にもあるか。はい、ということで奴隷貿易の博物館とカテドラルは以上になります。ストーンタウン内で行こうと思っていたところは一通り回ったのでホテルに戻ろうと思います。Google マップによるとホテルまで徒歩11分。ストーンタウンの建物の入り口扉にたまにこういう突起物がついてるんですけど、これ昔象がいて、象が入ってこないように、侵入しないようにこういう風に危ないものをつけてるそうです。象いたんすね。ほんまかいな。こことかお店なんですけど、もうこんなんですよ。こんなんすごくないですか。これが象よけに使われてたみたいですね。はい、ということでアルミナルホテルに帰ってきました。夕食まで休みます。夕方5時49分になりました。夜飯食いに行きます。めちゃくちゃ腹減った。はい、ホテルから歩いて 2,3 分、めちゃくちゃ近いところですね。ブレッドフルーツレストランカフェですね。こちらでディナー食べようと思います。メニューはこちらになりますね。で、いろいろあって、でもしかしたらないかもと思ったけど、ビールとかもありますね。で、今注文しまして、まずキリマンジャロラガーというビール、おそらくタンザニア産でしょう。で、あと食べ物がバーベキューオブザデイ、今日の魚バーベキューということで、今日何かって聞いたらコレコレっていう名前、コレコレフィッシュっていう魚だそうです。ネットで今調べたんですけど、全然わかんない。ホワイトフィッシュって言ってたから、白身魚だと思うんですけど、それを頼んでみました。で、店内はこんな感じです。で、これホテル併設のレストランみたいですね。で、まだ私以外誰もいないけど、いい感じの素敵なレストランです。で、注文した後でキリマンジャロラガーないということだったので、セレンゲティってやつですね。で、これもタンザニアのビールになります。ではこちらいただきます。なんか独特の風味があってちょっと苦め、美味しいですね。はい、そして配膳されましたが、魚はそこまで、普通の大きさなんですけど、ポテトとサラダが結構大皿でなかなかのボリュームです。いただきます。サラダを途中で最初全部片付けます。サラダのドレッシングがめちゃくちゃうまいんだけど、ドレッシングの味の表現がむずいんだけど、ニンニク使ってると思う。ニンニクとかごまの味がする。めちゃくちゃうまい。続いて大量のポテトフライ。
まあ普通のホテルぐらいですね。まあチーズかかってるし、普通に美味しくいただけます。はい、ではこれという謎の魚いただきます。うまい。これうまいよ。まあ、白身魚は白身魚なんですけど、何に近いかって言われると難しいな。強いてあげるとカレーとかその辺になるかな。そんな感じだと思います。普通に美味しいです。はい、ごちそうさまです。お会計83,000シリングでした。まあ、結構しましたね。でもうまいです。特にサラダがめちゃくちゃうまかったです。ではホテルへ帰ります。はい、ということでホテルに戻ってきました。カヤがセットされてる部屋に入られたな。ホテルに戻ったら寝てしまっていました。このまま朝まで寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。今からホテルの朝食をいただくんですけども、朝食会場はこんないい感じのルーフトップが会場のようですね。朝は涼しくて気持ちいい。ブレックファーストメニューはこっから選ぶっぽいっすね。で、あとはこの辺のフルーツとかジュース、コーヒーあたりは自由に取ってこいって感じっぽいです。こちら来ました。イングリッシュブレックファーストですね。めちゃくちゃ豪華。はい、改めておはようございます。7月1日火曜日、朝8時24分になります。アフリカ一周旅を始めて2ヶ月が経ちましたね。今日今からなんですけども、ツアーに参加いたします。ツアーはゲットユアガイドで予約しておりまして、ツアー名がケーム諸島とナクペンダサスツアー昼食付きというやつになります。料金がですね、9534円でした。まず刑務所と、プリズンアイランドっていうのは、正式名称がチャングル島っていう島らしいんですけども、そこにはイギリス植民地時代に建てられた、刑務所の遺跡があるっていうことなんですよね。その辺を観光したりとか、あとナクペンダビーチの方なんですけども、その辺は砂州なので砂の島みたいになってる。そこでは海がめちゃくちゃ綺麗らしいというので、その両方行くツアーになります。で、そちらのツアーが9時半開始なんですけども、集合時間が9時5分で、集合場所はここからすぐ近く、歩いて多分数分ぐらいのリビングストンビーチレストランっていうところ、そこに9時5分集合なので、それに間に合うよう行動したいと思います。はい、8時49分になりました。ホテルを出ました。ツアーの集合場所に向かいます。ツアーの集合場所、この辺のはずなんですけどね。これがリビングストンザンジバー。このリビングストンザンジバー、おそらくここが集合場所なので、この辺のどれかなんでしょうね。今、親切なおっちゃんが、ガイドがもうすぐここに来るからここで待っててって言ってくれました。優しい人もいるもんですね。いや、でも朝のこの辺のビーチ気持ちいいですね。めちゃくちゃ気持ちいい。今この兄ちゃんが現れまして、こっちだということで連れてってもらいます今ですね、プリズンアイランドの入島料か入島税かわかんないですけど、15ドルかもしくは4万シリング別途必要なので今払いました。別途必要なのはもともとゲットユーガイドでも書いてあったので知っていたので、普通に支払いました。多分現金のみ。9時36分にツアー開始となりましたね。ボートを乗る時からも足元はびしょびしょになりますね。濡れていい靴、水着で着た方がいいと思います。今先頭かな、乗り込みました。いや、海が青くて綺麗ですね。なかなか気分はいいですね。いや、いい気持ちです。だいぶワイルドな感じでボート出港しました。まずここからプリズンアイランドに行くということで30分ぐらいかかるって言ってました。ツアー参加者は私含めて9人ですね。私以外は全員カップルですボートはとんでもなく揺れますとんでもなく揺れます。ヌングイビーチと違って多分船の往来が多いからめちゃくちゃ波があってすんごい揺れる。30分ほど経って島が見えてきました。これがおそらくプリズンアイランドなんでしょう。もうちょいで着きますね。この辺めちゃくちゃ海が綺麗じゃない。すごい綺麗。いや、海綺麗だわこの辺。すごいすごい。ヌングイビーチよりいいんじゃない？
はい、プリズンアイランドに入島しました。いやマジで海が綺麗、すごいわ。いやこの海ですよ。後で行くナクペンダサスの方も楽しみだね。はい、ということでウェルカムトゥプリズンアイランドですね。巡っていきましょう。いやーめっちゃ綺麗、いいね。プリズンアイランドは想像と違って結構綺麗じゃない？イギリスに統治されてた時の刑務所があった島だから、そのイギリスの影響で綺麗なんですかね。最初に来たのはなぜかレストラン、プリズンレストラン。このレストランでザンジバルとこのプリズンアイランドの歴史の説明をガイドさんがしてくれて、で15分ぐらい建物の中を自由に見て回れとのことでした。でこれレストランとも書いてあるけど、こうミュージアムになってるみたいなんで、ここを自由に見て回ってってことですね。はい、では中入っていきます。でもなんか歴史的な建物だけど、やっぱりレストランとかいろいろ混じっててわけわかんない。プリズンアイランドミュージアムブティックで、あっちから入ってきてまっすぐここ抜けるといい景色だぞって言ってた気がします。でここを降りたところがおそらくナイツビューポイントですね。降りてきましたが、確かに海しかないけどめちゃくちゃ綺麗。海がすげえ綺麗。なんじゃこりゃ。でこれはもう私が去年行ったメキシコのカンクン近辺にも負けないぐらい綺麗ですね。今海が綺麗だったこちらの場所の横のこの一角だけみたいですね、ミュージアム。今気づいたけどここだけみたいですね。入ってみましょう。この辺はこのプリズンアイランドの歴史っぽいですかね。でこんなゾウガメがいるらしくて、おそらく後で見に行きます。すごいでかっ。プリズンアイランドの全景はこんな感じなんだ。でこの辺はザンジバル島全体の空撮写真っていうことですかね。正直そんな見るべきものがあるようなところではなさそうです。ミュージアムも小規模ですし、ミュージアムは一角だけで、他はもうバーとかブティック、お土産物屋さんとか、あとはレストランですかね。そんな感じなんで、15分間のフリータイムを終えて次の場所へ向かうようです。この先にはカメがいるみたいですね。さっき言ったようにゾウガメを見れる場所のようです。でゾウの前にクジャクですね。さっきもちょっといたけど、なかなかでかいですね、クジャクって。向こう向きだけど羽を広げてくれましたね。こっち向いてくんないかなこのカメとクジャクがいるところも、自由に見て回っていいぞということですね。カメはもう200年生きているカメもいるそうです。すごいね。はい、ということで、めちゃくちゃ巨大なカメがいっぱいいます。こう見るとなんか岩にしか見えないかもしれないけど、キャベツ食ってますね。キャベツを餌にして生きてるみたいです。クジャクも2匹ほどいますが、このすぐ近くにいるカメめちゃくちゃでかいですね。超でかいんですけど、すごいな。人間の通路にまでカメが出てきてなんか触るのはいいって言ってましたね。餌あげるのはダメって言ってました。でっかいな。カメです。めちゃくちゃおとなしいですね。2匹向き合ってるんだ。カメの甲羅は普通に硬いです。結構柔らかいというか、表面はちょっとカリッとしてるけど中はふんわりしてるような感じです。めちゃくちゃ凛々しく見てますね、こっちを。でこちらはゾウガメの幼稚園だと言ってました。ちっちゃいカメがいっぱいいますね。めちゃくちゃちっちゃい。もうほんと子供なんでしょうね。ちっちゃいカメがいっぱいいます。でこっち外側はもうちょい大きくなった小中学生ぐらいですか。小中学生ぐらいのカメがここにいますね。これからナクペンダへ向かうとのことですね。プリズンアイランドなんかもっと刑務所的なものを見れるのかと正直思ってたんですけど、ほぼカメでした。これめっちゃ綺麗じゃん、水。興奮するわ。もうヌングウェビーチより全然いいよ。透明度がやばい。超綺麗。ではボートにまた乗り込みます。めちゃくちゃ行きたかったナクペンダへ向かうようです。楽しみだわ。やばい、マジでめちゃくちゃ海が綺麗。いや天気がいいっていうのもあるけどめちゃくちゃ綺麗だよ。これアフリカとは思えないでしょ。30分以上かかってますが、ついに見えてきましたナクペンダですね。思ったより広い。めちゃくちゃ広い。こんな広いと思わなかった。この辺波もなくて最高じゃん。天国じゃないこれ。天国。はい、ではナクペンダの方に降り立ちます。はい、もう砂しかないです。砂しか。ビーチだけの島っていうの、これを指すっていうんですか、よくわかんないけど。それでですね、今12時27分なんですけど、ランチが1時半からということで、それまでは自由に海で遊べということです。そしてこの海ですよ。めちゃくちゃ綺麗じゃん。ナクペンダ超いいね。シュノーケルセットもタダで借りれるので、後でこれを使って入ろうと思うんですが、まずはちょっと足だけ。これですよ、これもう超綺麗。うわ、
最高。いや、しかも水温がめっちゃ高い。多分26、7度ぐらいはあるんじゃないかな。ヌングウェイより全然あったかい。いや、超綺麗じゃないこれ。皆さん見てくださいよ。いや、綺麗だな。すげえ。ナクペンダ最高です。超綺麗じゃないこれ。こういう海の中に突如現れるこういう砂州って、世界中いろんなとこにあると思うんですけど、これだけ安く来れるとこはなかなかないような気がします。いや、めちゃくちゃ綺麗。上着を脱いで、シュノーケルセットを頭にセットしました。めちゃくちゃ綺麗で水温高い。いや、こりゃいいわ。気持ちいい。これあくまで個人的な見解なんですけど、時期にもよると思うんですけど、ヌングウェイビーチとか行かなくていいよ。ナクペンダ来た方がいい絶対。いや、最高。ナクペンダ何これ。これですよ、この海の透明度。めちゃくちゃ綺麗じゃない？しかも水温高くてめちゃくちゃ気持ちいい。もう真冬の時期でも全然 OK。じゃあちょっとまた海の中につけてみますね。透明度をご覧ください。どうですか？めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。いや、マジでこのツアー申し込んでよかったわ。天国だわ。すごいよな、クペンダーマジで。なんじゃこりゃ。超綺麗。すごい正直言うと、ヌングウェイビーチ行った時は、綺麗は綺麗だけど微妙だなと思って、結構高い金出してザンジバル来たのを若干後悔したんですけど、ちょっとナクペンダが全てを上書きしてくれましたね。半端ないっす、ナクペンダ。超気持ちいい。しばしの間、このナクペンダの海をご覧ください。私今アフリカにいるんですけど、皆さん信じられますか？今私はアフリカにおります。アフリカっぽいでしょ。最高。アフリカにおります。もう最高です。本当に最高です。じゃあランチの時間まで遊ぼうと思います。ビールを買いました。有料です。で、これ15,000シリングなんですけど、超いい人そうなおっちゃんに12,000にしてくれって言って、で頼み込んだら12,000にしてくれました。キリマンジャロっていうビールですね。ランチはこんな感じですね。ライスとポテトとシーフード。シーフードいいですね。で、エビイカ。で、右のやつはマグロだそうです。いただきます。そしてなんとロブスターまで。最高っすね。ロブスターです。めちゃくちゃうまい。で、食事の後フルーツも出ましたね。はい。で、2時過ぎに食事終わりまして、3時までまたフリータイムだと遊んだりしていいって感じみたいですね。で、3時に船を出してストーンタウンに帰るっていう感じみたいです。いや、しかし改めてですけど、マジで最高ですよ。ここナクペンダ。ザンジバル来たらマジでナクペンダは行ってください。超いいです。飯もうまかった。ナクペンダーマジで最高です。ヌングウェイ行った時最高って言わなくてよかった。マジで。あそこ最高じゃないしね。ナクペンダーはマジで最高です。海の向こうのあの色の違いもうすごいね。も色変わるかね。超綺麗。この辺今まで行ってなかったんですけど、あっちの方行ってみましょうか。なんかあっち面白そうですね。はい、この辺までやってきましたけど、この辺あれですね、ちょっとしたラグーン的な感じになってるね。だからここはひときわ浅そうですね。もうめちゃくちゃ浅い。海の透明度は向こうも綺麗だったからあんま変わんないかな。今このナクペンダのなんていうの、一番端っこって言えばいいの、そこ人いるとこを目指してるんですけど、この辺結構貝殻が砂浜にあって足の裏が痛い。
一番先端までやってきました。だからどうこうっていうことはないんですけど、左右両方から波が押し寄せてくるのはちょっと面白いですね。そろそろ集合時間の3時になりそうなので、戻ろうと思います。では本当に名残惜しいですが、このナクペンダビーチに別れを告げようと思います。いつかまた来たいな、ここは。はい、3時になったのでボートに乗り込みました。これで終了ですね、ツアーは。ストーンタウンに戻ります。出発地点のストーンタウンの方ですね、戻ってまいりました。ボート最後は20数分で着きまして、ちょうど3時半ですね、今。いやー、最高でしたね、ナックペンダ。はい、部屋に戻ってきました。今からシャワー浴びてちょっとゆっくりします。今時間は9時18分です。またやっちまった。シャワー浴びた後爆睡してしまいました。今から飯を食いに行きたいと思います。ホテルから歩いて5、6分の海岸線沿いに来たんですけども、この辺このようにナイトフードマーケットになっております。夕食はこの辺で食おうと思います。でザンジバルはザンジバルピザが有名らしいので、ピザ屋台を探そうと思います。こんな感じで超楽しそうな感じでナイトフードマーケットやっておりますね。結構ケバブも多いんだ。ピザ食いたいよ、ピザ屋発見しました。ザンジバルピザここで食おうかな。でザンジバルピザが5000円ですね。5000シリングになります。こんな感じでじっくりと焼き上げていくようですね。このおっちゃんが日本人だというと、ザンジバルピザはお好み焼きだと。よくお好み焼きの知ってるな。お好み焼きと一緒だぜみたいなこと言ってました。だとしたらピザじゃない。いい色になってきましたね。でもピザって言うんですかね、これ。よくわかんないけど。ピザ出来上がりました。てか紙皿が弱々で困ってんだけど今スマホのライトで照らしてますが、こんな感じですね。確かにピザよりもお好み焼きって感じ。ではいただきます。確かにお好み焼きだね、ピザよりは。でもっと言うと一番近いのはチヂミだねでもうまい。メニュー名ザンジバルピザなんで中身は全部は把握できないんですけど、多分何かのひき肉、チキンかな、チキンのひき肉、あと玉ねぎ、あと卵、その辺は入ってると思います。いろいろ入ってますね。これ普通にうまいです。チヂミです、チヂミ。うまい。で改めてこんな感じの見た目です。ピザではないよね。でも普通にうまいですよ。別の店でですね、バナナマンゴーヌテラピザをいただきます。結構ザンジバルピザってソルトピザ、しょっぱいピザとなんていうの、スイーツ系甘いピザ、2種類を大体売ってるみたいですね。で今度は6000シリングみたいですね。はい、そして出来上がりました。バナナ&マンゴーヌテラピザです。暗いけど改めてこんな感じですね。じゃあこんな感じです。いただきます。まずマンゴーの甘みがふわっときて、でバナナのネチョネチョ感がありますね。でただね、スイーツ、デザート、フルーツのお好み焼きチヂミだから、あんま個人的には好きではないです。さっきのザンジバルピザの方が全然個人的には好きですね。であとヌテラなので当然チョコレートの味もします。あれか、あったかいクレープみたいなもんか。そう考えるとまずいとかそういうわけではない。ザンジバルは意外と猫天国ですね。めちゃくちゃ猫がいます。特にこのナイトフードマーケットあたりはこんな感じで猫がめちゃくちゃいます。映ってない、暗いから映ってないかな。でも本当猫まみれザンジバル。ということで、行きたかったナイトフードマーケット寝坊したかと思ったけど間に合ってよかったです。ではホテルへ戻ります。夕方寝ちゃってこの時間になって治安とかどうなんだろうってちょっと思ったんですけど、ザンジバルは全然大丈夫ですね。治安いいっすね。でプラス朝とか夜この時間とか涼しくて最高。マジでこの時期、今7月今日1日なんですけど、この時期のザンジバルめちゃくちゃいいっすね。昼間は暑くて海入れるし、朝と晩は涼しくてめちゃくちゃ気持ちいいです。最高です。はい、ということでホテルに戻ってきました。では今日は寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日もホテルの朝食をいただきます。7時35分です。
はい、改めておはようございます。7月2日水曜日朝8時3分になります。この後ホテルチェックアウトするので、いつものようにホテルの評価をします。5つ星中 4.5 でお願いします。だいぶ高評価ですね。このアルミナルホテルっていうところなんですけども、不満点があるとしたら Wi-Fi のスピードが遅いっていうことぐらいですかね。遅いんですけどちゃんとつながるので、まだいいんで、減点は少しなんですけど、それ以外は文句ないですね。朝食もすごいボリュームがあって味も悪くないですし、あと場所がめちゃくちゃいいっすね。フェリーターミナルからも歩いて14、15分ですし、昨日のツアーの拠点場所だった場所はもう徒歩数分ですし、ストーンタウンの中にあって、で部屋の設備も良くて、もうシャンプーもシャワージェルもありますからね。ハンドソープもほぼほぼ文句ないぐらいのところなんで、いや素晴らしいいい滞在でした。でここをチェックアウトしたらザンジバルを離れます。ダルエスサラームへ向かいます。で9時半発のフェリーオンラインで取っておりますので、それに間に合うようにチェックアウトしてフェリーターミナルに行こうと思います。8時24分ホテルチェックアウトしました。では歩いてフェリーターミナルのあるへ向かいます。朝のフェリーターミナルへ向かう途中の道、海岸線ですね。いやのんびりしてていいですね。朝は暑くなくて涼しくていい気持ちです。フェリーターミナルに着いたらダルエスサラムの時と同じように案内のおっちゃんがこっち来いって言ってくれました。イミグレーションを通って荷物検査、終わって待合所にいます。でさっきのオレンジ色のおっちゃん、いい感じだったんですけど、最後チップスを、要求されましたね。でただごめん持ってないって言ったらあっさり引き下がってくれました。では、船に乗り込む時間まで、ここで待ちたいと思います。待合所の様子はこんな感じです。ごい人がいる。めちゃくちゃ人多い。よくわかんないんだけど、係員のおっちゃんが優先して入場したいかって言われてうんって言ったら、さっきのめちゃくちゃ人がいたところから抜け出して優先的にというか最初に入場させてくれました。でまた最後にチップ要求されたけど持ってないって言ったら引き下がってくれたんですけど、よくわかんないね。ということでエコノミー席ですね。今回も$35です。